こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアンハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さあ今日は冥王星逆行のお話です。今回5月の5日から冥王星が水亀座で逆行を開始します。そして4月の13日に金星の逆行が終了してからしばらく全天体巡行期間でしたが、これが解除されます。そしてこれから冥王星は10月の14日まで約半年間の逆行期間長いです。これはとても大事。そしてもう一つは水亀座での冥王星の逆行。水亀座でのみの逆行は数世紀ぶりです。なのでとても大事というお話をしていきたいと思います。そしてですね、実はこれいつも動画一発撮り、ファーストテイクで撮っています。その方がエネルギーが、強いまま伝えられると思っております。いつもこのマカバを通して自分の小宇宙のマカバと宇宙からのマカバとつながりながら話しているので、一応原稿あるんですけど、話したいという言葉が湧いてきたら、多分見てくださる方のエネルギーも含めて話が長くなっちゃうんですね。そうなるかどうかちょっとわからないのでですね、この時点では何とも言えないんですが、もし時間があれば、最後に短い12星座別の逆行中のテーマだけでもつけるつもりです。もし長くだったらそこの部分は別動画にさせていただきます。この水亀座冥王星逆行の意味について12星座別の詳しい細かい、解説、こんなことがこの間起こるとか、こうすれば開運になるとかいうようなものはですね、ノートの方でテキストを、販売しておりますので、興味がある方はそちらもご覧ください。そして、ここにたどり着いてくださった皆さん、初めての方もウェルカムです。いつもチャンネル登録していただいている方もありがとうございます。素晴らしいエネルギーをこちらで感じながらお話をさせていただきたいと思います。さて、続きですけれども、ということで、この冥王星逆行期間、私たちに冥王星は何を見せてくれるのか、そしてどんな罠を仕掛けてくれるのか、こういうお話になります。冥王星はハートマークがついている愛があるがゆえに、私たちの変容を促すための罠を仕掛けるっていう役割を持っている天体なんですね。特に逆行中は強烈です。ということで、これはもう知っておいて損はないことだと思います。今言ったように、数世紀ぶりの水亀座でのみの逆行期間、一言で言うならば、原点回帰と未来回帰です。逆のことを言っているようですが、内容を読んでいただく、聞いていただくと、お分かりいただけるんじゃないかと思います。つまり、これ、過去の生産なんですけれども、それをすることによって、本来持っていたバースチャートにあるあなたの使命、才能、計画をもう一度やり直すという、こういうチャンス期間となるというふうに言えると思います。単なる天体の動きではないです。私たちの内面に深く深く沈んでいる意識の層を静かに、でもかつ確実に揺り動かす。こういう感じです。眠っちゃって沈んでるのを、Wake up, wake up! あなたそれでいいの。こういう感じの揺さぶりが起こっていきます。冥王星の逆行っていうのは先生術の意味で言うと内的探求の始まりを常に示します。冥王星は死と再生、変容、潜在意識、そして影のエネルギーを司る惑星です。そしてその逆行は私たちの心の深淵な部分に潜むものを浮かび上がらせるという、とても神聖な時間というふうになります。で、今回の逆はさっき言ったように、水亀座でまず起こるということ。これが非常に重要なポイントです。ここ数年何度も逆行のためにヤギ座に戻ってたんですね。で、つまりそのヤギ座っていうのは社会的な権威とか構造、伝統っていうものに戻ることなく、もう水亀座にとどまり続けながらする逆行という意味があります。つまり時代の流れはもう過去からのネガティブな思い込みとか習慣とかあなたの負の繰り返すパターン、これからはもうさよならしよう。そしてそういう経験があるから恐れていたり自分への疑い、過去にはいっぱい失敗してるからね、それに引っ張られるんじゃなくて、こっから先違うから、もっと未来に根を下ろして、そういう下ろし始めてることを意識して生きていきましょう。そうすると幸せになれるよ。こういうことを示しているということになります。で、何回も言いますが、今回の逆行は数世紀ぶりの水亀座でのみ起こるということは、通常の逆行のルールというのを適用先生術ではしません。
ヤギ座に戻ることがないということは、私たちがこれまで頼ってきたシステムとか社会構造とかヒエラルキー、ヤギ座時代に作ったもの、これを再び取り戻すことはないんです。だから取り戻そうとしている人は無駄だから諦めた方がいいということになりますね。水亀座は未来です。未来にのみ根ざしている唯一のサインです。そして革新性とか改革性、個性、ユニークさ、そういうところで力を発揮していきます。ということだから、いくら逆行中といっても、水亀座での逆行は常に前進です。常に前向きであり、常に未来的な逆行ということができます。さらに水亀座のキーワードはユニークさ、個性的という意味ですね。そしてユニークさの中であるあなただけ唯一無二の人生計画をやり直す時ということになります。つまりあなただけの人生っていうのは書かれている。どこに？バースチャートに。誕生図に書かれている。ホロスコープ。それがあなたの今世の計画です。それはソウルジャーニーのゴールに近づくための今世の道しるべです。誕生時っていうのは過去ではありますけれども、その過去に持ってきたこれが未来につながっていく。つまり学びの完成に向けて私たちは輪廻転生を繰り返すけれども、今世でこのバースチャートの計画をやるから未来のゴールに近づく。じゃあ、今日のこの時点で私のように、人生もう後半に入ってる人かもしれないし、前半の人もいるかもしれないけれど、ここまでの人生の負のパターンはもう清算して、もう一度バースチャートに書かれているのにやってないことありませんかという見直しが必要な時ということになるんですね。ですから逆行といってもコンフォートゾーンに戻るんじゃなくて、そこから一歩踏み出して未来の自分が何をどう感じていたいのかという目標をソウルとの対話を通して追い求めるのに絶好の機会ということになります。いつもこれがソウルのサイズなんです。私の記憶にある。そのサイズでガイアハウスのオンラインショップではでっかいクリスタルケーブルをブロックを買い取って、サプライヤーにこのサイズに削ってもらって売っているマカバ水晶です。これをちょっと宣伝になりますけど、興味ある方はオンラインで買えます。お腹のあたりに持つことを推奨してます。水晶だけに。で、なんつって、そこはいいんですけどね。でも本当にこの水晶をお腹の中に持つと、ソウルとの対話がしやすくなります。とにかく、冥王星の逆行は他の人と比べる必要のないあなただけの強み、あなただけの才能、質、エネルギー、which is、それはバースチャートに書かれている。それをエネルギーを最大限に引き出して、ソウルのジャーニーの計画に向かって軌道修正をするとき、今違う方向に行っていた人はこっちに戻るときなんです。そのために、今から言うことを意識して過ごしてみてください。逆行中の冥王星、水亀座の冥王星は、最も繊細な周波数を持っています。つまり、よって、私たちをより微細な周波数に意識を向けさせることを助けてくれます。波動っていうのは高くなれば高くなるほど、フレクエンシーがこうなりますから、そうすると固形物ではなくなっていきます。つまり、存在してるんだけど、目に見えないエネルギーとなります。なので、この期間は外ではなく、見える世界ではなくて、内なる世界で起こっている見えない変化を振り返るようにということを宇宙が促しているということを覚えておいてください。なかなか頑張ってるのに結果が出ないぞって思わない、この月、この半年は。内側で変化してるぞ。積極的にそれを見つけていく。これが大事です。未知のものはまだ形になってないんだから。見えてたらおかしいでしょ。だから形のない未知のものを私たちがこれから作り上げていくものに意識を向ける。これが素敵な過ごし方になります。そして願望実現を阻む一番の原因となっているものは、もはや抱え込む必要のない古いエネルギーです。これを解放して手放すのに最適な時であるということを意識してください。冥王星の逆行は私たちが過去のネガティブな言葉とか経験、失敗から作り上げてきた潜在意識を整理する時間です。私はいろんなクラスを担当していますが、そこでいつもお話ししているんですけれども、いくら外側に向かって潜在意識がポジティブな言葉を発信しながらドリームボードを作っても、あなたの潜在意識が
私は夢が叶いましたと言いながらも潜在意識がこうツッコミを入れてるわけです。私がこれを手に入れるなんて信じられまへんねんっていうふうに。っていう塊が入っていれば、それがやってくることは絶対にないんです。潜在意識が出来事を作るから。ですから、この塊は手放した方がいいんです。それをするのには、冥王星の逆行期間はとてもチャンス期間ですから、ぜひ意識して手放そうとしてみてほしいと思います。ちなみに、一人で難しい方は、ここ宣伝です。私が提供しているマニフェステーション実現プロジェクト、これでは、一緒にやっていきます。順番をね、でもせっかくだから自分でできる人もいるかもしれないからお話しすると、まず過去のネガティブな思い込みを書き出します。そしてそれをそのままなかったことにはしません。これよくやっちゃうの。なかったことにしてポジティブの上書きはできないんです。納得してないから。なので、その出来事を認めた上で、それってポジティブな方に一回変換ができるんですね。それをしてから、その上でやっぱりそのネガティブな思い込み自体は手放して、それを新しいポジティブな思い込みに書き換えて、それで潜在意識を上書きしていくという方法を取ります。実はこのステップで、一人がやるのは難しいのが、ネガティブなその出来事を、それどうやったらポジティブに変換できるのよ。あなたは努力しないと成功しないよって親に言われて続けてきたことを、これポジティブな体験にどう書き換えられるのっていうところがちょっと難しいかもしれませんので、なので、プロジェクトではそれを一緒にやっていくという形になっております。できる人は自分でぜひやってみてください。それからもう一つ大事なこと。すべてのヒーローが空を飛べるわけではありません。すべてのヒーローが天才的なアイデアを持っているわけでもありません。これらがなくても、あなたはヒーローになれるという意味です。あのオーストラリアではもう日本のアニメがとても有名ですから、日本でも人気のヒーローアカデミアってありますよね。僕のヒーローアカデミアでしたっけね。それ、私の子供たちもよく見てましたけど、そこで英語で見てるから、コークっていうふうに言われてますけど、何なんでしょう、日本語で訳したものが。一見悪い癖のように見える貧乏ゆすりしちゃうとか、ダメな特質のように見えるもののことですね、クォークっていうのは。つまりでもそのユニークさがそれぞれの役割にとっては必要で、それがあるから世界を救っていくんです。本当にそういう感じです。だからあなたがダメだと思っている変な癖、パターン、それはユニークさであり、その役割をあなたは必要だから受け取っていて、それが誕生図に示された宇宙から授かった本質であるよということなんです。ここもまた私のメソッドの宣伝になりますけど、私が自身で開発して登録証投票しているすべてのメソッドは、コーチやティーチャーを育てています。でも同じメソッド、その理由はね、提供していても、それぞれの質、多く、ユニークさが違うから、それを使って、それぞれを必要とする人たちの役割を果たしてもらいたいからなんです。まさに水亀座冥王星時代のすべての人がヒーローになれるっていうのをこう実践していると自負しているんですけれども、例えばほとんどの人が最初はネガティブな思い込みからスタートなんですよ。もう最初のセッションした時は私引っ込み思案で暗いんですと。でもそれは繊細な人に寄り添える質として育っていっているはずなんですね。例えば考えすぎで感覚で受け取るのができない、感覚派の人が羨ましいと言っている人もいます。でもあなたは変わらなくていい。それはじっくりと物事を分析してストーリーとして把握するっていう強みに絶対育っているから。なので、みんなお互いを羨ましがるんですけれども、お互いそこになろうとするんじゃなくて、自分のクォークを生かしていく。そういうこと。そうするとどうなるかというと、かつての自分をポジティブに見られなかった自分と同じ状態に今いる人、limited belief って英語で言いますけど、夢を制限してしまう変な信念。私は引っ込み思案だから人気者になれないとかですね、感覚で受け取れないからきっとこういう仕事は無理とか、勝手に決めているそういう信念、limited belief を今持っている人をかつてのあなただからこそ助けることができる。これが水亀座冥王星の意味なんです。なんか一般に逆行と聞くと過去を振り返るっていうイメージがあるかもしれません。でも2025年の水亀座のみでの冥王星逆行は、これから来る未来を今この瞬間にどう根付かせていくかを問うための
未来を振り返るという内的な動きっていう非常に得意なエネルギーを持っていることを忘れないでください。変な日本語と思うでしょ？未来を振り返る。振り返るのって過去じゃない？でも、これを繰り返して言ってみてください。しっくりくるはずです。あなたが今掲げている夢や理想は、本当にあなた自身の魂の声でしょうか？それとも親からの期待とか、社会的な常識とか、あるいは周りからの影響による幻想によって形作られたものなんでしょうか？これを問いかけてほしい。あなたのバースチャートに記されたあなたの特質を生かしたものになってますか？成功している友人を見て、それ真似してあなたではないものになろうとしてませんか？それじゃいつまで経っても動かない。冥王星逆行期間は私たちが無意識に抱えている恐れ、依存、あるいは偽りの欲望に気づいて、それらを静かに手放していく絶好のタイミングです。そしてもう一つ、冥王星はインターネットとか SNS といったデジタルコミュニケーションの象徴でもあります。この期間、そういった世界で自分らしさを失っていたことに気づく人も、もう絶対増えると思います。もうすでに始まってますよね。いつも言ってるのに逆行っていうのは5月の5日から始まるのではなくて、その前にステーション期間があるから、もうすでにそこに入っていて、なんならそのステーション期間の方が強烈だったりします。アルゴリズムを気にしすぎて、まるで自分ではない人が表現しているような投稿欄になっていることを見て、愕然とする人もいるかもしれません。私も一時そういうふうに迷っていた時があって、こう自分なりに、こういうのがいいよって言われてる、私もいろんなそういうね、投稿こうしたらいいよみたいな講座に行ったりもしましたが、行く場所によって全然違うことを言われたりしながら、はっと気がついて、そもそも自分が表現されていない、アルゴリズムに気に入られようとしている、これは全然私じゃないって愕然としてやり直しました。そして今こうやって YouTube たくさんの人に見てもらえるようになりました。何もアルゴリズム考えなくなったら見てもらえるようになったんですね。どんな表現をしてもどう受け取るかっていうのは受け取り側の皆さんの自由です。だから皆さんに称賛してほしいから始まる表現には偽りの承認欲求が含まれているので、やはり意味がないということになりますね。それから冥王星は力と関係する天体です。逆行中は力のあり方について見直す時期でもあります。私たち無意識のうちに何かに力を明け渡していないでしょうか。それが今言った SNS のアルゴリズムに、社会の仕組みに、テクノロジーに、あるいは自分の中にあるこうあるべきというどっからともなく来た信念体系にということになります。あなたが表現するんです。ここが大事。水亀座の冥王星は子としての力を問いただしています。誰かを支配するための力じゃなくて、自分のビジョンに忠実であるという内的な誠実さへの力です。もしこの逆行中、あなたが孤独を感じたり、迷いや焦りを感じたら、それがあなたが本当の力を取り戻す準備が整っているサインかもしれないですから、そのまま暗闇に入らないで、もう一度取り戻す意識をぜひ持っていただきたいと思います。冥王星の逆行の本質、影の探求と内なる革命です。あなたの中のどの部分が未来に抵抗していたのか、それに気づけるはずです。どの感情やどの思考やさっき言ったどのリミテッドビリーフがあなた自身を潜在意識でポジティブに言いながら潜在意識があなたをこうバックワーズに引っ張っていたのか、未来を妨げていたのか、それが見えてくると思います。ですから、この期間中、そういうワークをしてみると、これだった、これ手放そうっていう、ことがね、わかる人も多いんじゃないかと思います。それによって、新たに夢が湧き上がってくるかもしれません。未来のビジョンも明確になっていくと思います。そして未来は見えないから同時にそれが見えると不安、恐れ、過去のトラウマももう一回やってきますよ。これはしょうがない。でもそれこそが冥王星のギフトです。やってきた時に手放していくということです。私たちは今、集合的にも個人的にも地球としても過去の延長ではない未来、これを生きる準備をしています。ここ大事。過去の延長から来る未来じゃなくて、過去の延長ではない未来の準備です。そのための逆行です。そのためにはまず、まだ無意識のうちに引きずっている古いパターンを手放す。
このワークが本当におすすめです。冥王星の逆行、未来に向けた影を光に変えていく統合の旅です。一人一人が内面に深く降りていくことにすれば、私たち全体のチーム地球としての方向性が静かに修正されていく時期でもあります。表面的な混乱、迷いに惑わされないでください。今こそ自分自身の最も深い部分にあるソウルに耳を傾けてください。冥王星の逆行、影の自分自身への癒しのプロセス、変容のプロセス、そして何よりも内なる誠実さ、自分のソウルに誠実である、これを取り戻す期間です。しつこいけど、もう一回言います。もうどん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 何回も言えって言われるから、もうこれどうやら12レーザーを言う時間はない。もう同じ来る言葉を言ってます。未来はまだ形を持っていません。私たち皆さんの想像と今の選択によって未来はいくらでも変えることができる。変容していきます。その入り口としてこの逆行期間をぜひ大切に過ごしてみてください。あ、そうだ。チャートもせっかくだから長くなっちゃったんで、もうどうせだからチャートもお見せします。なんかこのチャートを見るのを楽しみにしてくださっている人もいるので、ちらっとだけでも。冥王星、これです。ね、これです。ちょっとこれ、今、チャートの内容も読んだ上で、この内容を今日は伝えようと決めて、話していますけれども、例えば、ライジングなんです、今回。この冥王星が逆行する、瞬間、日本にとってはライジング、いかに日本に期待がかかっているかということですよね。それから、獅子座の火星とパンドラのセットとオポジションを取っていて、お羊座の金星と海王星とセクスタイルを取ってるんです。で、この期間の特徴であるこの別動画で何度もパンドラという小惑星の大事さについて話してますけど、これ特徴はパンドラと火星がコンジャンクションしているこの時期にオポジションをするということと、夢と喜びの天体である金星と海王星とのセクスタイルっていうのは、あなたが、皆さんが、私が計画してきた本当の今世の人生がパンドラの今、蓋を開ける時ですっていうことが分かりますね。ということになります。じゃあ最後に、もうこれが数年前にある時私のもとに宇宙から降りてきたセプタグラム、ソウルジャーニー、リーディングのカードに、今見ている皆さん、ここでもうご縁ができたと勝手に私は思っております。いつか個人セッション、オンラインでできますので、お話できることを楽しみにしておりまして、皆さんへのメッセージです。この辺にしとこうかな。シードオブライフです。まさに。新しい種をまく、もう一度バースチャートの計画を今こそやり直す。皆さんが60でも70でも構いません。私はこのね、メソッドが降りてきて一緒に広めてくださる方を今でも募集しています。で、この2、3年で日本でもたくさんの方が手を挙げてくださって、今プラクティショナーとして活躍をされていますけど、ほとんどの方が、40代後半から50代、60代の方なんです。人生何歳からでも遅くないです。もう一度バースチャートの計画をやり直す。20歳からだったら20年かかるものが50年の経験があれば5日で済みます。マジです。なので、何の経験も必要ありません。もし一緒にお仲間になりたいという方は、ぜひ一度個人セッションにお越しください。ということで、今日はこの辺で素敵な冥王星逆行期をお過ごしください。